おはようございます。エミーズ日記のエミです。ちょっとうるさいここは。でも聞こえるかな。今日はちょっと私の今までの日本語の勉強方法についてを話したいと思います。それで、その後これからの勉強方法についてを話したいと思います。初めて日本語を勉強した時は2015年かな、2015年でしたっけ。その時は教科書でひらがなを勉強しました。で、ひらがなを半分ぐらい覚えてすぐに諦めてしまいました。その後は2017年はまた勉強し始めました。それは夏の時ぐらいでしたかな。またひらがなとカタカナをデュオリンゴというアプリで勉強していました。で、その次はその2017年の秋に、大学に入学をしていました。大学で専門は日本学と英学です。だから大学で日本語コースをその1年目は毎日コースを受けました。漢字のコースもあったし、漢字なんだっけ、漢字文法の練習みたいなコースでした。でもそのコースでは普通に会話を読んで繰り返して、それから隣の人とその会話をもう一回読む練習しました。それで1年が経って、なんか日本の留学生をなんかウェルカムパーティーみたいな、パーティーがあって、でもその時は全く日本語を喋れなかったから話す機会があんまりなかったです。それは結構悔しかったです。それでその後はインターネットで、日本語勉強方法を調べました。その時は、RTK という本を見つけました。RTK って Remembering the 漢字という本で、漢字を全部早く覚えるらしい本ですでもそれはすぐ諦めちゃった。すっごく大変なので、それでもう一回インターネットで言語の勉強方法を調べて、それが、会話を上手になるためいろんな人と話さなきゃいけないという意見が、多かったのでそれでタンデムというアプリをダウンロードして日本人と、たまに連絡をしました。でもそれは難しかったです。なぜかというと、会話は人間2人かそれ以上のことなので、1人だけはずっと喋ったりするのがちょっと大変かなだからそのアプリであんまり、たまにはこんにちはぐらいを連絡して、元気ですか、はい元気ですみたいな会話をして、でそれで終わっちゃって、本当に何も上達できませんでした。それからまた1年ぐらい、半年ぐらいが経って、その半年はもちろんいつも授業を受けて、成績も良かったですけど、なんとなく会話とか理解はほぼできなかったですそれで AJET という勉強方法というかアイディアを見つけて、でも AJET というのがいつも何でも日本語で
する勉強方法なので、それはすごく大変そうで、私も家族がいるし友達もいるし、ドイツ語で授業もあるから、それはずっと日本語で何でもするのが無理です普通に無理です。だからそれをあんまりそれをしませんでした。でそれからあと半年ぐらい、去年だっけ、2019年去年は、暗記というアプリでフラッシュカードを作って、すごく言葉を覚えていました。でもそれは言葉だけでした。言葉だけで会話であんまり使えなかったんですでそれを毎日去年の毎日をしました。それはドイツ語で言葉を見て、で日本語の漢字を書きました。すっごく時間かかります。本当に日本での留学が決まっていました。で日本に行ってここも授業を受けました。その去年の秋学期は、日本語のレベル4に入りました。そのレベル4はもうほとんど、文法とか単語はほとんど分かったので、結構つまんなかったし、それで本当にあんまり勉強していませんでした。去年はコロナで今年の春学期の授業はもちろん全部オンラインになってしまって、私の友達もほとんどみんなが帰ってしまいました。それで友達がいないし、授業はオンラインだし、オンライン授業は結構大変です。思ったより大変です。楽だなと思ったんですけど、全く違うです。で本当に日本語を勉強する気がなかったです。なので今年はすごく勉強してないです。実は今年の7月の日本語能力試験を受けるつもりだったんですけど、コロナで禁止された瞬間にもういいみたいな気持ちになって、それで本当に勉強してないです。今年はちょっともったいないですけど、7月の始まりにまたいろんな YouTuber とかインスタグラムの言語勉強している人にフォローをして、なかなかやる気がまた出てきました。それでまたインターネットでどんな勉強方法があるかを、調べてみて、この MIA という勉強方法が出てきました。それはだいたい日本語で楽しんだり、別に勉強しなくてもそんなに構わないので、普通にアニメとかドラマを見たりするで、そういう自然的な勉強方法かな。それは今から8月の1日から始めました。これで様々なことを理解できるようになりたいです。あとは何冊買ったので、それも読みたいと思います。はい、以上です。